こんばんは。お願いします。はい。ちょっと遅れたみたいで。すいません。ライブ配信ということで慣れてませんので、改めまして、皆さんどうもこんばんは。本当にこの今、コロナウイルスで、大変な状況で、皆さん方も、お家で、いらっしゃる。日頃だったらお家でゆったりされてるという、そういう話になるわけですけども、本当に外に出られない、こういう状況の中で皆さん方のご苦労も、お察し申し上げます。そして最初にやっぱり何でも少し言わなきゃいけないなというか、お話ししなきゃいけないなということがあります。ちょっと失礼してマスクを外させてもらいます。それは全国の医療従事者の皆様方がこのコロナウイルスの対する戦いのために危険を身を挺して頑張っていただいているということに対して、私どももやっぱり感謝の言葉、感謝をしなければいけないと思っております。で、会社としても、朝日酒造獺祭としてもですね、これは実はここにおります社長からの発案なんですけども、2割3分以上のお酒を、買っていただいたときにですね、1本で、一升瓶で40円、それから4合瓶で、一升瓶で40円だったかね。100円、失礼いたしました。ということで、ちょっと中のもうあれまで全部内情まで見えてしまうような話ですが、一升瓶で100円、4合瓶で50円、300ミリで20円のご寄付をですね、医療関係者の方に各自治体を通してお届けするということで、会社は動き始めております。ちょっとそんなことで、とにかくこの大変な中で皆さん方にぜひ、私どものお願いと、それから、今何やってるか、そんなことをお話したいなと思ってこのライブ企画を始めました。で、今日のですねスケジュールはですね、まず今の酒蔵がどうなってるか、何をやってるか、そういうお話をさせていただいて、でそれが10分からもうちょっとかかるかもしれませんけど、その後で今度は今本当に私たちが皆様方にお願いしたいこと、実は山田錦の産地が非常に困ってるんですけど、そういったお話を少しさせていただきたいと思います。ということで、それではまず今日の11時にこの酒蔵の屋上からこの周囲を約360度、撮った映像がありますので、今日の、外の風景を見ていただけますでしょうか。はい、始まりましたですね。ずっとこれが、今見えた道が町から入ってくる道なんですけども、あとはずっと山が続いてまして、山が続いて、ちょっと若干集落が10軒ぐらいの集落が見えますけども、でまたこれが西側になりますね。本当にね、今年はね、自然が綺麗なんですよ。桜もね、長かったんですよね。こんな美しい自然の中で、皮肉なことにこうやってコロナウイルスによる、皆すごい苦労、これはもう私どもだけじゃないしに、日本中、世界中の人たちが今苦境に立ってるわけですけど、で朝日酒造の現状の話を少ししますね。皆さんもご存知の通り、朝日酒造というのはフランスに獺祭ジュエル・ロプションという店を持ってますね。この店です。でこれパリのフォーブル・サントノーレに、ジュエル・ロプションさんと一緒に組んで始めたレストランなんですけども、残念ながらこれも先月マクロン大統領の命令で休業、全店閉鎖ということでですね、まだいつ開店できるかという目処が立っておりません。本当に私どもいじいじしながら待ってるところですけど、でも本当に今大事な時だからそれは仕方がないのかなと思いながら、
パリもですね、皆スタッフは地元に帰るなり何なりをして、また晴れて開店できる日を待っております。続いて、もうそうです。この映像を見てお分かりになるように、これはニューヨークで私どもが作ろうとしている酒蔵ですね。建設途中であります。で、これも今、建設の工事は止まっております。この建設工事に関して言いますとですね、私どもこれはもうちょっともうこの影響が終わるまで一旦止めておくしかないなと考えているのも事実です。で、そうすることによって実は今までコストが随分人件費高かった。で、これは一旦このコロナウイルスの影響が過ぎ去ってそこまでゆっくりとにかくやろうと、そう思っております。急ぐとコスト高になりますし、やっぱり皆さん方からお酒の売り上げをいただいて集めた私どものそういった大事なお金を投資するわけですから、無駄に使うわけにいきません。だから、そういった意味では少し急がずにゆっくりやりたいと、そういうふうに思っております。そんなことでですね、もう酒の売り上げに関しても飲食店があれだけ閉まってるわけですから、休業、それから、時間短縮、そんな形でやってるわけですから、私どもの酒蔵もね、やっぱちょっと生産数量も減ってるわけですね。で、そうすると中に余裕が出てきます。そんな中で何を考えたかというと、やっぱり今だからこそできること。で、私ども考えたのは、実はね、若い人たちに酒を作ってもらおうということなんですよ。で、それはね、ですね、このクラフト獺祭、クラフト獺祭という、お酒を今出しております。で、これは何かというと、だいたい入社5、6年までの年次の、若い社員と、それからもうそれより1つ2つぐらい、若い社員と2人が、1チームになりまして、で、お酒を仕込んでいくということなんですね。で、それはもう獺祭を作れということで、私どもの獺祭の基本的な文法にのっとったお酒を作ってもらいたいということで、その2人には、お題を出しているということですね。で、それは今までも若い人にお酒作ってほしいというのは、言ってきたんですよ。だから例えば事情通の方は覚えてらっしゃるかもしれませんけれども、獺祭試しという商品があります。獺祭試しというのは、大体若い社員10人ぐらいが一つのチームになって、まずとにかく若い人たちが考えた企画したものを作ってもらおうと思ってやってたんですね。そうするとね、これはね、やっぱりちょっと欠点があったんですよ。それは何かというとね、まず一つはそういう例えばじゃあ木本を作りたい、善麹作り作りたい、でもうそういう若い人たち、若い社員がねこうやってくれるんですけどね、するとね、どうしてもできたお酒が獺祭と違うがゆえに、例えばあまり出来良くないなと私らが見てて、正直なところ思ってもですね、当人たちはいや違うんだからこれでいいんだ、木本だからこれでいいんだとかですね、どうしても甘えが出るんですね。これはまずいよということで、まず一つは獺祭の基本的な文法にのっとったそういうものを作ろうとしているわけですね。からもう一つ、やっぱり10人でやると、そのうちの1人か2人の声の大きな若手社員が決めてしまって、あとの8人は、9人か8人はですね、ただ仕事してるだけになってしまいます。でこれじゃいけないと思って、2人ずつでやって、今回のこのクラフト獺祭になったわけです。ということで、その第1号をですね、仕込んだ、
スタッフが今日来ておりますので、ちょっと呼んでみたいと思います。ちょっと私もですね、近いのでマスクをして失礼します。じゃあ、久之君と、それから福永君。はい。はい。こちらが、ちょっと自己紹介してください。じゃあ、二人で。いやいや、外さんでいいよ。もう、入社6年目になります。久之です。入社3年目の、入社4年目の福永です。はい、ありがとう。彼ら、こうやって入社6年目と4年目の久之君と、それから福永君。で、彼らが実際第1号のクラフト獺祭を仕込んでくれたんですね。最初、どうも聞くと、手を挙げたというか、手を挙げたのか、指名と両方だったみたいだけど、声かかったとき、どうだった？自分は一番最初ということで、とても嬉しいことだったんで、ほらすごい気合が入ってました。あ、そうですか。はい、福永君どうやった？どうやった？あんまりあれかな。実は、これ、実はこの二人考えてみたらですね、言えば、普通に言う、杜氏さんと、それから私どもの酒蔵だと、昔杜氏がいる頃は2番手のことを大師って言ってたんですけど、大師さんか、副杜氏っていう蔵もありますけど、とにかく杜氏と副杜氏なんです。だから久之杜氏と、それから、福永副杜氏ということで、彼ら二人がやったわけですね。で、あなたたちが一番気をつけたのって何を作る上で？それぞれ。それぞれじゃあまず久之君からいこう。自分は担当している部署が発酵管理っていうのもあって、もろみの初期の立ち上げの段階ですね、10日目あたりまでで一番重要な部分が決まってくるので、そこが一番大事なところだと思ってました。で、その最初ほらちょっと BMD が低かったよね。はい、あれって心配じゃなかった？それでちょっと心配ではあったんですけど、そこからどう試行錯誤するかっていうのがすごい楽しくて、はい、とてもいい経験になりました。福永君は？何でしたっけ？いや、何に一番心配したというか、気にしたというか、気をつけたか。自分は部署が正規だったんで、麹作りをしてました。気をつけたことが、麹は温度管理がとても大切なんで、その温度管理を大切にしました。その意味ではね、うちも結構若い人たちに酒を作ってもらうとチャレンジングななんて計画だなんて言いながらですね、結構保険はかけてるわけですね。発酵管理と麹を作ってる2つの部署の人間を集めてきてちょうどペアにしてるわけです。その意味で言うとそれで結局今回のお酒というのは本当に私らもその途中で茶々を入れながらですね、発酵の途中でだけど最後はあの二人に決めてもらえよということで手を出させなかったんですね。だからその意味で言うと最後までこうやって発酵をずっと終わらせてくれて、でお酒飲んでみても非常に香りがやっぱり綺麗だよね。で酒はやっぱり前半にスピードが速かったから少し細いかなという感じはあったよね。でもすごいいいなと思って福永君は酒屋さんで下関の酒屋さんに行ってお客さんに直接話聞いたんでしょ？はい、2人とも聞いたのか。でもあなた、どうだった？とてもいい評価がたくさん来ました。あ、そう。どんな評価を持ってた？普通の産休よりも好きっていうお客さんもいました。ちょっとうちの会社は問題がある。いやありがとう。こうやってですね、実はこの久之福永組の後はですね、その後2週間遅れで、川本萩尾ペアがやって、でその後は
大島と誰だっけ？すみ。あ、すみか。すみチームがやって。そんなことで2週間ごとにずっとやっていってます。お酒屋さんでこのクラフト獺祭の、私ども取扱店さんでですね、クラフト獺祭見ることもあるかと思いますからですね、ぜひ見たら、手を伸ばしてみてやってください。きっと、やっぱり若々しい挑戦に満ちた酒だと思います。どうもありがとう。ありがとうございます。ちょっと3密もなくなりましたんで、ちょっと。こんなことでですね、とにかく、実際売り上げには苦労しているわけですが、やれることをやろうと。やっぱ私たちが今できることをやろうと思って、獺祭も今やっております。そんなことでですね、それと同時に今日もう一つ、実は皆さん方に、ご披露したい話があります。ちょうど1週間ぐらい前からかな。ここの前で実は工事が始まりました。というのは、橋の架け替え工事ですね。で、今映像が映ってますけど、この映像、おととしの水害にあった、集中豪雨の被災した私どもの、前の橋に、こうやって流木がかかって、で、もう天然のダムのようになって、県道まで水が流れ込んで、で、私どもの酒蔵に流れ込んで、相当大きな被害を受けたんですけども、その時の写真ですね。で、この時に、獺祭、泥水に浸かってる獺祭もあるんだろうと。もうそれは、じゃあ俺たちが買ってやるから、買って支えてやるよって、島耕作の広金先生が電話かけてくれてきたんですね。で、いやいや、とってもそれだけの量じゃないんです。とにかくなんとか、58万本があるんですよということで、それで、企画として始まったのが獺祭島耕作。で、皆さん方に本当に、たくさんお買い上げいただいてですね、私どももね、本当に日本人でよかったなと思いましたけど、実はその広金先生と共にですね、ちょうど同じ時期に、私どもに、お電話いただいた、お知らせいただいた方がいます。それは建設家の隈研吾先生ですね。隈研吾先生がやっぱり同じように、いや、その酒困ってるんだったら俺たちが仲間で買ってやるよというお話いただいてですね。いえいえ、それよりもぜひ目の前の橋が流れてしまったんです。これをこのまま置いてたら、もうその時はもう橋が本当にもう一度かけてもらえるかどうか、過疎の村に橋をかけてもらえるかどうか分かんない状況でしたからです。隈先生、ぜひ隈先生デザインの素晴らしいデザインの橋を書いてください。で、それをもって県に市にお願いに行きますから、ということで、先生が、作ってくれました。ちょっとイラストだ。はい。これは真横から見たイラストですね。で、もう一つ。はい。これはちょっと斜め上から見た。で、最後これですね。この右上にある建物が私どもの獺祭ストアで、これも隈研吾先生の建物なんですけど、そのご縁でこれは出来上がったものですけども、流木で痛めつけられた獺祭ですから、その木を使った橋をとにかく酒蔵の前にかけたいなということで、これを今やっております。だから今ちょうど工事が始まりましたんで、来年の春の完成になると思います。その頃には、理想的に言えばコロナウイルスかなり落ち着いてきてる。だからぜひこの酒蔵にこの橋を見に来てほしいなと思います。じゃあ、はい。ということでですね、今日のメインのお話を、お願いをしたいと思います。ちょっとですね、実はもうさっきからちょろお話ししておりますけども、緊急事態宣言、
以降、全国、最初は首都圏と、大阪、福岡でしたけども、飲食店が閉鎖になったり、休業になったり、それから時間短縮になったり、デリバリーだけのお店になったり、非常に苦境にあえいでおります。本当に私ども知ってる顔がね、何人も何人も浮かぶんですよ。飲食店さんの顔がね。で、私らが無責任なことは言えませんけど、本当にこの苦境、もう頑張って耐えてくださいというしかないなと。というのは何でかというと、飲食店というのは、日本の飲食店は本当にバラエティに富んでリーズナブルで、世界に誇る、本当に日本の食の魅力は、やっぱり多彩な飲食店が支えてるんですよね。だから、ぜひ頑張ってほしいなというのが私どもの気持ちです。で、それと同時に、飲食店さんだけじゃなしに、そこの飲食店さんに出してる肉とか魚とか野菜とか、そういったものを飲食店さんに、お届けしている生産者の方が苦境に陥っています。実際、その飲食店さんが閉まってる、閉鎖してるから時間短縮してるわけですから、そこに届けられないわけですね。で、やっぱり生産者の方たちもですね、悪いことにいい優れた食材を作ってる、そういう方ほどね、飲食店さんのウエイトが高いんですよ。だから、もうこれは何でもそうですけど、ビジネスってやっぱり安かろう悪かろうの方が儲かりますよね。いいものを作るって本当に結構コストかかる。そういった形で、でもそれでも歯を食いしばりながら日本の食を支えてきてくれた、そういういろんな生産者の方が苦境に陥っている。これも皆さん方にですね、ぜひご縁があったところでお話がかかってくる業者の方いらっしゃったらね、ぜひこれも助けてあげていただきたいなと思います。私どもいろいろ取り寄せでですね、野菜とか、肉とか、もう買いに行けませんから。で取り寄せたりしてるんですけど、そんなことで、ただ私どもも人のことを言ってる状況じゃないんですね。酒も同じ状況。まさに私どものお酒を売っていただいてた飲食店さんがかなり占めてるわけですから、非常に困ってるわけです。それでただ実際売り上げが落ちるということに対して、それを耐えるのは、踏ん張っていくのは、これは私ども自身の仕事ですから、これは仕方がないことだと、私ども自分でやるだけと思ってるわけですけども、ただやっぱ悩ましい問題があります。それは私どもが売り上げに合わせて生産をある程度調整していくと、山田錦、脱サラ山田錦しか使いませんから、山田錦の購入量が、少なくとも今年はそのまま計画通りいきますけども、来年の購入量とかで再来年の購入量が落ちていくんですね。で、これがですね、非常に山田錦の産地に対して与える影響が高いんですよ。で、これを何とかしないといけない。で、しかも、全国緊急事態宣言でも、飲食店さんのそういった苦境はもう、首都圏、都市圏だけじゃなく全国に行ってるでしょう。だから本当に大きな問題になってます。そんな意味でですね、山田錦の田んぼを守るためには何とか私ども増やさなきゃいけないと思ってるわけです。で、そのためにはですね、私は例えばこれ山田錦ので作ってる甘酒ですけど、こういったものも作ったりですね、何とかして、数量を支えようとしているわけですけど、まだまだ焼け石に水の状態。でもね、本当山田錦の田んぼがですね、一旦ね、もう荒れ地になってしまうと元に戻らないんですよ。いい田んぼほどね、やっぱりその後の影響って大きいんですね。私どもが5、6年前に山田錦不足の時に
もうとにかくいろんなところに行って山田錦作ってくださいよとお願いして、でだけどなかなかやっぱり荒れ地になった田んぼって元に戻らないんですね。昔はいい田んぼだったけどなと言っても元に戻らない。そういうことなんでですね、ぜひね、山田錦の酒を飲んで山田錦の田んぼを支えてほしいな。で、獺祭だけと言いたいんですけど、これは言えないと思います。いいお酒、いい純米大吟醸。そしてそれと山田錦だけじゃなしに、いいお米、他にもいっぱい全国にありますから、そういったいいお米を使って作った純米大吟醸とか、いいお酒、純米酒、純米吟醸、そういったものをですね、ぜひね、皆さん方に飲んでいただきたいな、そう思います。で、セールストークじゃないですけど、やっぱり日本酒はありがたいことに割安ですよね。純米大吟醸といえどもね、やっぱり割安ですよね。これはある一部のマーケッターの方なんかに言いますと、日本酒はブランド構築努力を怠ってた、間違ってたから、安売り競争ばっかりやったから安いんだ。ワインみたいにちゃんと何百万もするようなワインとかシャンパンとか日本酒は届かないだろうとよく言われることもあるんですけど、でも、確かにそれはそうかもしれませんけど、やっぱりね、本当に日本酒って安いんですよ。これ私どもの純米大吟醸45という、お酒ですけど、これ4合瓶、毎夜ワインのフルボトルと一緒、大体ほとんど一緒ですね。720ml ですから1650円。実際それは他の酒蔵でもね、そんなに価格的に違いはないですから、ぜひね、こういう、お酒を時には食卓にあげていただいてもいいんじゃないかなと思います。で、それともう一つご注意いただきたいんですが、獺祭に限って言いますと、やっぱり例えばスーパーとか大型ショッピングモールとかそういうところには、ショッピングセンターとかそういったところには獺祭ないですよね。あってもちょっと高めですよね。正規の取扱店じゃないですから。私どものホームページには正価で買える正規取扱店の名簿が載っております。全国で600店ちょっとぐらいあるかな。ぜひですね、見ていただければあると思いますので、そちらで、それと同時に私よく言うんですけど、町のお酒屋さんというのはね、やっぱり地域を支えるね、一つのね、大事な事業体ですから、ぜひそこもですね、覗いてみてやってほしいし、それからもう一つ、そういったお店は獺祭だけじゃなしに、他にもいいお酒をたくさん揃えてますから、獺祭もいいけど他の酒も飲みたいよという時にですね、そういうお酒屋さんに行くとですね、他のバラエティに富んだいいお酒もあると思います。そちらの方もお願いしたいな。で、最後に、これはもう実際にそのお酒を飲む時にやっぱりご家族と、それから、もしかすると恋人かもしれないし、パートナーの方かもしれないし、それからおじいさんかもしれないし、おばあさんかもしれない。で、もしかすると一人で自分自身を相手に、飲まれるかもしれませんけども、ゆっくり適量を飲んでいただきたいな。やっぱりたくさん飲むのがいいんじゃない。ゆっくり適量。自分の心を広げながらゆっくり飲んでいただきたいなと思います。それからこれは秘訣があると思います。私にもなかなかできないことなんですけども、ぜひ一緒に飲んでいらっしゃるお相手から、さっき言ったもしかすると自分ご自身かもしれませんけども、そのお相手をですね、褒めながら、称えながら、それから我が子を褒めながら、よく頑張ってるねって褒めながら、ぜひ飲んでいただいたらですね、獺祭の美味しさは2倍になると考えております。ぜひ試してみていただいたら。で、
もう本当に、最後、20分ちょっとのはずがもう30分になっておりますけども、最後にですね、今、この時期に地球上で共に皆様方とあれて、一緒に戦えることをですね、本当に心から誇りに思うし、感謝しております。大変ありがとうございます。どうも今日はありがとうございました。ありがとうございます。